皆さんこんにちは。盆栽知恵の山崎千恵です。今日は椿の針金掛けをやっていきたいと思います。椿2種類やります。じゃあ作業に移ります。はい、では椿の針金掛けをしていきます。この椿は出雲の香りという品種の椿です。花がピンク色で葉っぱも小型ですね。小さい盆栽に仕立てやすい品種になります。この苗木は挿し木から3、4年経ったところの日ぐらいの苗木だと思います。枝先をよく見ると大きめのつぼみが大きめの芽があります。これが花芽ですね。来年の3月頃咲いてくれると思います。2月から3月頃に咲きますね、出雲の香りは。はい、こことかこことか枝の先に花芽がもうついてきています。今日は8月の9日です。だいたい7月頃からも花芽が分かりやすくぷっくりできていて、6月7月ぐらいには花芽が分かってくると。で、花芽が確定してきたところで、気候も暖かい時期ですので、針金掛け6月から7月に6月ぐらいにスタートして、9月頃まで針金掛けはできます。10月以降の寒い時期はもうあまり椿は針金かけたり触らないようにしています。植え替えも暖かくなったら大丈夫ですね。4月5月ぐらいから植え替えはできますが、この6月以降暑い時期の方が根の張りも早くて成績は良いので、暑い時期の植え替えおすすめです。で、今針金かけやすいようにいらない葉っぱを切りました。こんなもんかな。今切ったのは枝の元についていた葉っぱです。こことか。椿は葉の元に芽を持ってますよね。枝になるような芽を。これとかですね。こういうところの芽が今度枝になって伸びてきて枝になるんですけれども、こういう芽を大事にするためにここら辺の葉っぱはまだつけておきます。で、花が咲いた後、ここで花が咲いたら、花が咲いた後そのまんまにしてるとどんどん枝が伸びて大きくなってしまうので、下の方の葉芽のところまで切り戻します。ここですね。ここに芽があります。ここにも芽があって、ここで切ると。あんまり深く切り戻すと、ここにも芽はあるんですが、芽としてちょっとちっちゃい弱いので、再来年の枝とか花の伸びがちょっと悪くなるかなと思いますので、毎年花を見たい場合はあまり深く切り戻さない方が無難です。でもどうしてもだんだん全体に大きくなってしまうので、あんまり大きくしたくない、もっとちっちゃく作り直したいという時は数年に1回は深く切り戻してまた枝を吹き直して作るということをしています。はい、では針金掛け進めていきます。まず2
2.0 の針金アルミ線にしました。太い、まずは幹を曲げて小枝の形を作っていきます。止まるまで刺して、足元、根元の曲曲がりは大事なので、足元しっかり巻いて螺旋状に上まで行きます。葉っぱを左手でかき分け巻けるところまで巻きましょう。枝先細くなってくるので注意、折らないように注意です。今 2.0 の針金を使ってるんですけれども、また 2.0 ですね。また刺して下からいきます。椿、こういう苗木って結構幹が太くて、太い幹、これは 2.0 でいきますけど、太い幹だったらもっと 3.0 とか、はい。で、椿太い幹だったらもっと太い針金を使いますが、多分皆さんまずかけやすい太さがあって、あんまり太いとかけづらいと思うので、2.0 を2.0 を何回も巻きつけて強度を増すのがいいんじゃないかなと思います。はい、今ここ二重になってますよね。こう二重三重になってくると強度が増して曲げやすくなりますので、はい。で次はこれとこれをかけるので、これとこれをかけますので、かけたい枝の下側の枝元を起点にして、まずは硬いところに2周以上、幹を2周以上回して、こっちの枝に、それぞれの小枝にかけていきます。でこの小枝にかけるので、かける枝を自分の方に向けて螺旋状に巻いていくと。今かけてる針金は 1.5 ミリです。細い小枝には細い針金をかけます。枝のしなりと針金のしなりが同じぐらいの太さ、硬さを選んでください。枝先までしっかりと、ただつぼみがあるので落とさないように気をつけると。じゃあだいたいかけ終わったので曲げていきます。今回は幹が時計と反対回りに回っていますので、こっちの方向に針金を巻いた方向にねじる感覚で曲げていきます。
下の方からも枝出てますが、これは植え替えの時足元掘れば出てくるので、そしたら針金かけます。はい。でなるべくまっすぐなところがないように全部の枝に曲をつけていくと。はい、これは OK ですね。はい、続いてこれは出雲大社という椿です。これもさっきのように枝の付け根の葉っぱを落として、これあと大きい葉っぱはですね、葉切りをして葉の面積を小さく切って針金かけやすいようにしておきました。こういうまっすぐの苗木って椿にはよくありますよね。多いと思います。このまっすぐな形が好きな方はそのままでもいいんですけど、ちょっとこうまっすぐすぎて盆栽としては面白みがないので、やっぱり針金かけた方がいいかなと思います。こうにしましょうかね。今度はさっきより幹が太いので、針金もこれは 3.5 かな、3ミリか 3.5 のアルミ線になります。止まるまで刺してから、まずは太いところ、しっかり左手でしっかり押さえて、あとしっかり押さえて、この根元がぐらぐらしないこととか、あとはこの針金が幹にしっかり密着していることが大事なので、それがずれないように左手でギュッと押さえることも大切です。はい、で針金、枝先はですね、枝先は針金太いと無理にかけると折れちゃいますから、無理せずかかるところまで、ここちょっと隙間空いちゃった。はい、じゃあ次これとこれですね。これとこれだとここの間が短すぎてぐらつくので、これはこれと掛け合わせればいいかな。これはまず下から足元に刺して、でこっちに巻いていくでいいと思います。枝先には花芽がありますので、これを大事に落とさないようにと、その枝先まで針金かかってれば、この花の角度、花がよく見える位置に枝持ってこれますので、しっかり枝先まで針金をかけるようにしましょう。次これとこれですね。針金ちょっと細くして 1.8 ミリにしました。で2つの枝の下枝側を起点にして、2つの枝の
下枝側を起点にして、ここに針金をあてがって、でそれからかけていきます。硬い幹のところかけていって、それぞれの小枝に巻くと。ふい。あれ、この出雲大社の説明しましたっけ？これは出雲大社という品種の椿です。その名の通り、出雲大社の境内の中の椿から見つけられた品種です。赤が濃くて、中の花粉というか芯というかすごい綺麗なんですよね。結構盆栽界では人気の品種になります。出雲大社とか玉の浦とかですかね。よく盆栽として作られて人気ですね。よいしょ。あと最後、ここが太いところ、太い針金ここで止まってますので、ここの先かけるために、今度は1本でまず太いところに2周ぐらい、2周3周目かな、回してから枝先をかけていきます。ほい。どうしようかな。ほい。じゃあ針金がこう巻いているので、こっち側からこの針金が当たってるところが曲がりますので、それを見ながらグニグニ曲げます。結構この時期の椿はよく曲がりますので、あんまり怖がらずに、ただあんまりギュンと曲げると折れますので、ゆっくりとこう大丈夫かなって思いながら、どうかしら大丈夫でしょうかと思いながら曲げていきます。いいかな。とりあえず曲げました。もうちょっとちっちゃくしてもいいかな。あんまり椿背高くなるとだんだん大きくなっちゃうので、小さめの椿人気ですよね。で椿の葉っぱが大きいタイプありますよね。
出雲大社とか出雲の香りはもともとが小型タイプなんですけど、もっと花が大きいタイプの椿の方が多くて、そういう葉っぱが大きい品種はやっぱり形もおおらかに作って、あんまり小さくって考えない方が結局花が綺麗に見えるし、無理のない形になると思いますので、それ木の特性に合った形を作ってあげるといいかと思います。あんまり窮屈な形にしてもなんかその木の良さが生かされないので、そこそこに無理くり曲げたって感じになっちゃうので、これも結構無理くり曲げてるんですけどね。で今その葉っぱ切ったりして大きい葉っぱありましたけど、鉢に植えて長く持ち込んでると葉っぱとか花のサイズは締まって小さくなってきますので、出雲大社だったらこれぐらいの15センチぐらいの小ささで維持はできるかと思います。はい、じゃあこれで OK にします。ちょっとなんか見づらいかな。ちっちゃくなって、そこそこいい形になったんですけど、わかるかな。今針金かけて葉っぱがあっちこっち向いてますよね。これだったりこれあっちこっち向いてますけど、今の時期だったらまだ葉っぱがですね、その後いい位置に収まってくれます。9月頃ぐらいまでですかね、かけて曲げておけば葉が自然な形になんていうんですか、向き直ってくれるので、今はこの葉っぱの位置あちこち向いてますけど、気にせずそのうち収まってくれます。はい。じゃあこれとこれ針金かけたらこうなりました。で今回の動画はここまでにします。今後の管理ですけれども、これらは植え替えますけど、植え替えない場合でも日陰管理にします。椿は強い日差しで葉焼けしてしまいますので、半日陰から日陰管理にしてあげます。それから肥料好きですから、夏の間も肥料は取り除かず、置きっぱなし、もしくは追加しても大丈夫ですかね。水通りよくしてれば追加しても大丈夫です。で針金は食い込みやすいので1ヶ月後に外すようにちょっと食い込んでないか気をつけてみてあげます。そんなとこですかね。はい。で大事なのは針金掛けも植え替えも熱いうちにやるってことですね。10月入ったらもう作業はやらず、9月まででギリギリです。あとは冬の管理は椿は寒さ少し苦手ですから、棚の下に置いたり軒下
あとは寒冷地の方は発泡スチロールとか陶器保護はしっかりした方がいいかと思います。はい、ではこれで今日の作業、この動画は終わります。ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録ぜひお願いします。高評価もいただけたら嬉しいです。ではまた。